このお話をくださった方を仮に鶴見さんとしておきます。今から半世紀近く前のことになりますが、鶴見さんの通う小学校には大変真面目な高学年の児童会の書記をしている少女がいました。勉強ができるだけでなく人望もあり、作り話をするような子供ではありませんでした。その少女を仮に M さんとしておきます。それは夏休み明けの日、山梨県の某所にある笛吹川のサイクリングロードを M さんが自転車で走っている時でした。河川敷の木々や足が茂る中で何かが点滅していたそうです。その光は足に隠れてよく見えなかったのですが、音もなく点滅を繰り返し、たまにオレンジ色のスパイラルの光が天に向けてまるで湯気のようにシュッ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 と光をまくように湧き上がっていました。M さんは今まで見たこともない光の形態で何だろうと自転車にまたがったまま息を飲んで見ていたそうです。それは規則正しくスパイラルに何秒かごとに現れて天に向かっていきました。するとたまたま柴犬を連れた散歩の男性が向かい側からやってきたので、その瞬間最後の光のスパイラルが天に吐き出されて光の玉は消滅したそうです。M さんはずっとぼーっとして光を見ていたのですが、散歩の男性のおかげで我に返ったということでした。それはまるで夢を見ているような感覚に近かったそうです。それから半年後の冬のある日、M さんは書記として学校の行事などのプリントを配布しなくてはならず、下校が夕方になってしまい、気がつくと5時を回っていました。急いで片付けをして片手にランドセルを持ち、校門まで急いだそうです。M さんの家路は賑やかな広い甲州街道ではなく、柿畑やぶどう園などがある静かな住宅街の狭い道でした。その後 M さんは少し広い道に出て畑の中の農道を歩いていました。冬ですから日が暮れるのも早く、西の空には金星が輝き出していたそうです。柿畑とぶどう園を囲む石垣が続き、遠くから甲州街道の自動車の音がかすかに聞こえてきました。M さんは農道をランドセルを背負い直し、早歩きで進んでいきました。すると前方に丸く光るものが見えたそうです。それは懐中電灯の光よりも暗く鈍く、柿畑の中で点滅していました。なんだろうあの光と不思議に思いました。そしてすぐ M さんはあの夏の日に見た謎の点滅する光のことを思い出しました。M さんの歩く農道はその光の方向ではなく西にそれていきますが、光の正体が分からず少し怖くなったので、 M さんはとっさに石垣に隠れるようにしゃがみ込んだそうです。ただ以前の夏の日のことがあったので、 M さんは怖さより好奇心が勝ったそうで、その点滅する光をじっと観察していました。すると急にその鈍い光の玉はパーッと花びらを散らしたように割れていったというのです。そしてその散っていく花びらの一つ一つが人間の形に変わっていきました。そしてその小さな人間たちは畑の中をふらふらゆらゆらと歩き回っていたのです。その時の M さんは恐怖もさながら、この摩訶不思議な光景に現実なのか夢を見ているのか分からず、異次元の空間にいる感覚だったそうです。 M さんは急に身の危険を感じ、早くこの場から逃げなくてはと思いました。今下手に飛び出すとこのおかしな光の者たちに見つかってしまうので、何度かそっと逃げられるタイミングはないかと伺っていたそうです。辺りは無情にもすでに真っ暗になっていました。すると明るいヘッドライトが前方から M さんを照らしてきました。それは農園の軽トラックが
こちらに向かってきていたライトでした。そのヘッドライトに照らされた瞬間、散った花びらの人も光の玉もスーッと暗闇に吸い込まれるように消えていったそうです。そしてMさんは我に返り、すぐその場から急いで逃げ帰ったということでした。Mさんが目撃した2回の光の玉はエイリアンだったのか何なのか今でも分かりません。ところがです。この後すぐに世間を騒がす事件が起きました。1975年2月23日の夕方6時に山梨県甲府市で発生した当時は有名な甲府事件が起きたのです。テレビの木曜スペシャルでも取り上げられたこの甲府事件は当時の地方新聞にも小さな記事で紹介されています。知らない方のために改めてご説明します。それは小学校の児童2名が彼らが住む団地と西光寺の間の路地で遊んでいた時、夕方の中ボールを蹴り損ねた児童の一人がふと西光寺の方角を見ると、黄色く光る物体が2つ向かって飛行しているのが見えました。それはトサカ山という鶏の頭の形をした山の方向から飛んできたそうで、一機は途中で方向を変え徐々に遠ざかっていきました。この飛行物体を目撃したのは彼らだけでなく、彼らの両親、環境センターの職員も目撃していました。また同時にエイリアンを目撃したという某大手保険会社の外交員の方もいました。その後2人の児童が見た光の着地現場らしき場所は大変物々しい状況だったそうです。放射線防護服のような格好の職員たちとパトカーや特殊車両が周りを囲み、地方のマスコミも来ていたということでした。さて甲府事件はこれだけ物々しい現場だったにもかかわらず、報道協定があったのかそれ以上のことは世間には出なかったそうです。ところでこの甲府事件の前の M さんの体験は全く表に出ていません。それは目撃者は M さん本人だけだったことと、彼女自身この体験を他の人に話せば変人扱いされるので、ごく一部の友人にしか話さなかったからでした。今回初めて私がこの動画で話させてもらいました。甲府事件が大きく注目された陰で、こんな重要な体験をした人がいて、それが世間では知られていないと思うと、きっと他にも驚くような体験をした人がいたに違いないと思います。山梨県のこの地方は UFO 目撃談の多いところで、ひょっとして宇宙人の基地があるのではとも言われているそうですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。